ーっと。あ、ホーリーが発動。ヤッフー。こんにちは、ロビンです。テルルだよ。わー。どうしたんですか、ため息なんかついて。大人気ソーシャルゲーム、スラ娘ヌルヌルダービーのエロ画像作れたら、いろいろはかどるんだけどなーって思って。特定のキャラクターで遊びたいのなら、前回のネガティブエンベッド導入と同じ要領で、学習ファイルを読み込ませればある程度再現できますよ。スラノダイヤモンドのエロ画像が作れるってこと？もちろん作れますよ。今日はローラファイルをインストールしてイラストを生成してみましょう。ところでローラって何ですか？ヒゲのガンダムじゃなくて、ローランクアダプテーション、ステーブルディフュージョンにおける学習手法の一つです。以前は拡張機能の導入が必要でハードルが高かったのですが、現在では WebUI 側で標準サポートされています。そういえば前回のエンベッド導入時に見かけたな。ネガティブエンベッドは出してほしくない嫌な要素をテキスチャルインバージョンという手法で学習させたファイルでしたね。今度は逆に出してほしい特定の要素をローラという手法で学習させたファイル。それがローラファイルです。なるほど。現在はローラの後継のリコリスという手法が開拓されつつありますが、利用するだけなら WebUI 本体だけでできちゃうのもあって、今なお世界中で根強い人気があるのがローラです。学習ファイルを入手しよう。今日はシビット AI を覗いてみましょう。検索エンジンでシビット AI と検索してアクセスします。なんかモザイクかかってるのはなんで？投稿者によってセンシティブ指定されているものですね。ユーザー登録すると閲覧できるようになりますが、そこはお任せします。ポチッとな。サムネの左上にチェックポイントと書かれているのはモデルです。そしてローラと書かれているものが学習ファイルです。これなんかは原神のキャラをリアル調で再現するローラだな。こっちは中国の水墨画風にするものですね。キャラクターの再現だけじゃないんだね。キャラ再現も全身丸々再現もあれば、顔だけ服装だけもありますし、作風や構図を学習させたものもありますね。目的に合わせて使うのが大事だね。あ、名誉イタリア市民。今日はこのミーナウさんのティファローラを使ってみましょう。さすがロビ様、話がわかる。ダウンロード前に必ず注意書きを確認してください。なぜなら再現に必要な設定値や指定モデルがあるからです。ローラ入れれば無条件で再現できるわけじゃないから注意してね。ここだとウェイト 0.75 が推奨されていますね。そしてチルアウトミックスというモデルの使用が推奨されています。チルアウトミックス。23年3月時点でのシビット AI 人気ナンバーワンモデルで、だいたいトップ画面にいるのですぐ見つかると思います。センシティブ指定なので自己判断でおなしゃす。右上のダウンロードボタンで最新版が落とせます。落としたファイルはどこに入れればいいの？ダウンロードしたファイルはインストールフォルダの中にあるモデルズフォルダ、その中にあるローラフォルダに放り込みます。このようになれば OK です。早速。ついでにサムネも作っちゃいましょう。ミーナウさんのページに戻って、好きなサンプル画像を右クリックして画像を保存してしまいます。それをローラファイルと同じ名前にして一緒に格納します。このようになっていれば OK です。WebUI を起動して、花札アイコンからローラタブを選択。するとそこにサムネイル付きのローラファイル一覧が確認できます。サムネ作っておくと一目で識別できて管理が楽だね。早速使ってみましょう。使い方はエンベッドと同じですが、特殊な構文を理解する必要があります。WebUI を立ち上げて、インストールしたティファローラをクリックします。するとプロンプト欄にこのような呪文が記述されます。なーにこれ？見慣れない構文ですが中身は単純で、頭からローラを使用します。このファイルをこのウェイトでという意味だと思ってください。そのまんまやな。そしてウェイトはローラの強度を表しています。デフォルトだと1になっているはずです。ティファローラを1倍で使用するって意味だね。試しにローラ構文だけでジェネレートしてみます。どういう画像を出してほしいかの呪文がないのでボケてますが、ノイズの中に要素としてキファが混入しているのがわかりますね。1でも父もルースね。実はローラが力を発揮するためには必要なものがあって、トリガーワードと呼ばれる呪文が必要なのです。トリガーワード。ミーナウさんのページのダウンロードボタンの下にあるボックス、そこに書かれています。これがこのローラのトリガーワードです。キャラ再現ローラであればそのキャラクター名になっていることがほとんどです。試しにデフォルトのローラ構文とトリガーワードだけでジェネレートしてみます。トリガーワードのおかげでティファが引き出されましたね。ローラはトリガーワードと一緒に使用する必要があるって覚えておいてね。
でもよく見ると全体的にガビついてませんか？確かに。実はデフォルトのウェイト1では強すぎるのです。作者の注意書きにウェイト 0.75 チルアウトミックス推奨とありましたね。推奨通りウェイト 0.75 に調整してジェネレートしてみます。おー、それっぽい。基本的にローラのウェイト1は強すぎなので 0.8 以下くらいに抑えて使用することをおすすめします。トリガーワード、推奨モデル、ウェイト調整、この3つはローラの重要項目なのでしっかり確認してね。呪文を添えて遊んでみよう。ローラを導入することでキャラの再現自体はお手軽にできることが分かりました。となると自分好みにアレンジしたくなっちゃうよね。ローラには学習元となった画像の属性しか入っていないので、特定の要素を強調したり美麗に仕上げるには結局のところモデルのチョイスや語彙力ならぬプロンプト力が必要になります。でもモデルの選び方も呪文の書き方もわからない。そういう時は他の方のプロンプトを真似しましょう。またミーナウさんのページにアクセスします。すると下の方に他のユーザーが投稿した作例が展示されていて、多くの方は生成に用いたプロンプトを公開してくれています。良いところを真似っこするんですね。この方の作品雰囲気出てますね。クリックしてみるとパラメータが公開されていますね。服装に関係するところや照明に関係する呪文を参考にしてこんな感じで書いてみます。ネガティブはまたエンベッドに頼ってモデルを作例と同じくグオフェンという中国系の実写モデルに変更しています。おー、かなりアジア寄りになったけど作例の雰囲気に近くなったね。トリガーワードになかった服装の呪文を添えてやったことでティファらしいサスペンダーとクロップトップが安定して出るようになりました。結局のところローラの性能を引き出してやるにはモデルや VAE の選択、そしてプロンプトなどステーブルディフュージョンの基本のキが重要になってきます。ところでローラもエンベッドと同じ学習ファイルの一つということはローラも同時に複数使用できるってこと？さすが気がつきましたね。それでは最後にローラを2つ使ってティファのフィギュアを作ってみましょう。シビット AI でドールと検索します。するとキュートジョイントドールというローラが出てくるのでクリックします。かわいい。ダウンロードしている間に注意書きを確認します。トリガーワードはドール DD ですがボールジョイントを出現させたくない場合は不要。モデルはアビスオレンジミックス3、推奨ウェイト 0.5 から 0.8 です。またネガティブプロンプトはシンプルな方が良いようですね。インストールできたら同じように花札マークから適用します。ローラを複数使用する際はコツがあって、全ウェイトを合計して1を超えないように設定すると画像がガビらずに安定します。今回はティファローラを 0.3、ドールローラを 0.4 にしてみました。エンベッドも削ってモデルもアビスオレンジミックスに変更してみました。これでジェネレートしてみます。割とガチめにフィギュアじゃん。一般的にローラは学習に使用したモデルと同じモデルで使った時に最大の力を発揮します。このドールローラならアビスオレンジミックス3で訓練されているので、それ以外のモデルだと効果が弱まる傾向にあります。そんなローラの特性を利用して一見アニメタッチなんだけど塗りがフィギュアっぽいなんてこともできます。かわいい。半イラスト、半フィギュアって感じだね。呪文やモデル、VAE、そして学習ファイル、これらの組み合わせ次第でいろんなイラストが生成できるようになります。組み合わせが沼すぎる。皆さんも学習ファイルを上手に使って自分だけの遊び方を見つけてみてくださいね。どんどん秘伝のタレみたいになっていく。今日は学習ファイルの一つ、ローラファイルの導入方法と基本的な使い方のお話でした。今回はこの辺りで。また来週。あったかくして寝ろよ。ところで、スラノダイヤモンドのエロ画像の話は？あ、ソソの話はまた今度にしましょう。そんな